マスクをコンパクトにポケットなどにしまえるマスクケースを作っていきます。使用するものは横23センチ、縦34センチの生地を1枚、そして1.5センチ幅のグログランテープを8センチの長さのものを1本、スナップボタン直径 1.0 センチから 1.2 センチのものを3セット使っていきます。スナップボタンはプレスで押す形のこのようなプラスチックのスナップボタンでも大丈夫ですし、手縫いでつけていくようなスナップボタンでも大丈夫です。生地を中表にして縦に半分に折ります。上端から6センチのところに印をつけていきます。テープを半分に折ります。端になる方を生地の端に合わせて6センチの位置に留めていきます。テープを仮留めしていきます。右側の下端から10センチのところに印をつけていきます。左端から上を通ってこの10センチのところまで縫っていくので、まず待ち針で留めていきます。テープも一緒に縫っていきます。右下から今印をつけた10センチの間は縫わないようにして、後で表にひっくり返せるように開けておきます。そして周りを1センチの幅でぐるり縫っていきます。では縫っていきます。縫い代をだいたい 0.7 センチ幅にカットしていきます。少し縫い代を整えてあげるだけでもすっきりと仕上がります。そして角を縫い目から 0.5 センチ残して角もカットしてすっきりさせていきます。縫い目を切らないように気をつけてカットしてください。縫い代をアイロンで折っていきます。こ
この縫い代を今折ってあげることで表にひっくり返した時に形を整えやすくなります。そして縫っていないこの空いている部分から表に繰り返します。角は針などを使って出してあげると整いやすくなります。空いていた部分は内側に縫い代を折り込んできれいに形を整えていきます。端にコバステッチをかけていきます。その時にこの空いている部分も一緒に縫い閉じていきます。4箇所スナップボタンをつける位置に印をつけていきます。下側は端から 1.5 センチ、下端から1センチの位置に印をつけます。同じように右端から 1.5 センチ、そして下端から1センチの位置に印をつけます。そして上側の2箇所は上端から3センチ、端から 1.5 センチの位置に印をつけます。そして反対側も上端から3センチ、端から 1.5 センチの位置に印をつけます。まず下側の2箇所はスナップボタンの押すの方をつけていきます。今印をつけたところに穴を開けていきます。上側のメスになる方のスナップボタンの穴を開けていきます。そしてスナップボタンをつけていきます。
もう一組スナップボタンを上側につけていくので、2箇所印をつけていきます。端から 1.5 センチ、上端から1センチの位置に印をつけていきます。そして反対側も同じように端から 1.5 センチ、上端から1センチの位置に印をつけていきます。穴を開けていきます。どちらでもいいんですが、左側にお酢をつけていきます。これで完成です。マスクを置いて半分に折りたたんで、さらに2つ折りにできるのでとてもコンパクトになります。バッグの中にしまっても大丈夫ですが、男性なんか特に小さくなるのでポケットの中にさっと入れて使えるのでとっても便利です。コンパクトになるのでポケットなどにも入ります。カバンなどにつけたい場合はこのようなものを使用してカバンの持ち手につけて持ち運ぶことも可能です。ぜひ作ってみてください。